はい、こんにちは、梅野です。本日は、ミモザの日ということで、ミモザのお花を取りに来ております。はい、1枚目ここ取っていきたいと思います。手前のこのミモザで日陰になっている奥のミモザにピント合わせて取っていきます。木漏れ日になってて光が優しく当たっているのと、あとは、日陰とハイライトの部分とありますので綺麗に撮れるかと思います。で、今日風が強くて結構花が揺れていますので、こういう時はピントを合わせるのがなかなか難しくなりますので、シャッタースピードを速くすることと、あともう連写で撮ることで、綺麗に撮れるかと思います。はい、カメラの設定していきます。背景が地面になるんですけれども、なるべく地面は映したくないので、ボケさせていきたいです。なので F 値は 3.5 に設定しました。で、この場合でシャッタースピードが1600分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。で、これだけのシャッタースピードがあれば、被写体ブレも抑えられると思いますので、これで、連写を使って撮っていきます。露出はプラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。3分割の、右側の、縦のラインのところに花を持ってきまして、で左側は、空間を空けて撮りました。で F 値 3.5 に設定したことで背景の地面はボケてくれまして、汚い背景じゃなくてミモザを強調するような背景になったかと思います。で、木漏れ日が、当たっている場所を狙いましたので、お花の中でもハイライトの部分と日陰の部分とありまして、ちょっとメリハリのある写真になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここから撮っていきます。さっきまでは順光で撮ってたんですけれども、今回は、逆光で撮っていこうと思います。上の方を見上げると太陽がありまして、その逆光が当たっているミモザがありますので、そこにピントを合わせて撮っていきます。で、光が当たっている部分だけ撮るのもいいんですけども、やっぱり太陽の光も入れてあげることでちょっと柔らかい雰囲気になっていきますので、太陽も入れつつ反逆光のミモザを撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。で、柔らかい雰囲気を出したいので F 値は 2.8 に設定しました。そうすることで、ピントが合っている他の周りの部分はボケてくれて、で逆光の光も入って綺麗に撮れるんじゃないかなと思います。で、実際のところにカメラ向けると1600分の1秒は、出てますので ISO 感度100で OK です。で、露出はプラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。太陽の光が逆光で入ってまして、で、他のこの木の枝とかでちょっと光が和らいでくれてますので、きつい光じゃなくて柔らかい光で撮ることができたと思います。で、ピントは逆光の光が当たったミモザに合わせていますので、ちょっと雰囲気のある写真になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はこの超広角レンズに変えて撮っていこうと思います。ここに大きいミモザの木がありますので、ここからローアングルからカメラを構えまして、カメラをこの手前のお花、ちっちゃいお花があるんで、ここにこう構えて上を見上げるようにローアングルから狙っていきたいと思います。で、3分割の、下のラインにこの緑の部分を入れまして、で、左上の交差点にこのミモザを入れて撮ります。で、このなんていうかな、枝を支える棒がどうしても入るんで、これはもう3分割のラインにもう組み込んで撮っていきたいと思います。
はい、カメラの設定していきます。手前の草の部分はボケさせて撮りたいので F 値 2.8 に設定しました。で実際のところにカメラ向けると1600分の1秒シャッタースピード出てますので ISO 感度は100で OK です。で露出はプラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。3分割の、下のラインのところ、横のラインのところに、緑の部分を配置しまして、上3分の2は、空にしています。左上の交差点に、ミモザの木が入れまして、右側の、ラインの部分は、この何ですか、木を支える棒を組み込んで撮っています。で手前がボケてくれたことで奥のミモザのこの迫力が出たんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきます。この、奥の方にあるんですけど、光が当たって綺麗なやつがありますのでそこにピントを合わせまして、で手前のこのちょっと斜めに生えてきているミモザをフレームっぽく使って撮ってみたいと思います。でこれが、前ボケになりますので奥行き感が出るのと前ボケになるとこが一番光が当たってて、ハイライトで綺麗なのとで奥の方はちょっと日陰ができてまして暗さがありますのでちょっと明暗さっていうのも出すことができるんじゃないかなと思います。はい、カメラを設定していきます。手前のミモザはボケさせたいんですけれども奥のピントを合わせるミモザにも、しっかりピントを合わせたいですので F 値 2.8 とかにするとちょっと一部にピントがあって他がすぐボケてしまうということになってしまいますので F 値はちょっと絞って F4 に設定しました。この場合でシャッタースピードが1600分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。でここは、露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前の方の明るいミモザが前ボケになりましてで左奥の方の、ミモザにピント合わせで撮っています。でピント位置を、3分割の左上の交差点にしているのとで手前のミモザがフレームっぽく右斜め上から左下に抜けていくような感じで配置しました。ただ今日ちょっと風が強いのでなかなか思ったような場所に来てくれないので、一応連写で撮ったんですけれどもそれでもなかなか理想的な配置にはなってません。一応撮れたんでよしとしてそれで次撮っていきましょう。はい、最後は玉ボケを使って、撮っていきましょう。ここのミモザが一応日陰なんですけどチラチラ光が木漏れ日が当たって綺麗ですのでここにピント合わせで撮っていきます。で背景にあるこの木の葉っぱがですねこっちにピントを合わせることで玉ボケになってくれますのでシンプルにこういう配置で、撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。背景はボケさせて玉ボケを作りたいので F 値は 2.8 に設定しました。でこの場合で実際のところに向けると640分の1秒シャッタースピード出てますので ISO 感度100で OK です。でここも今風で結構揺れてますので、連写で撮っていきます。露出はプラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。画面の左上からミモザが来るような配置にしましてで日の丸コーツほどじゃないですけれども、真ん中付近にピントのあったミモザが来るように配置しました。で背景は、木の枝の葉っぱがピカピカ光っているところは玉ボケになってくれましたので、華やかな写真になったんじゃないかなと思います。で半逆光で光が当たってますので後ろの背景により柔らかい
写真にすることができたと思います。はい、本日はミモザの日ということでミモザのお花を取りに来ておりました。初めて取るお花だったんですけれども、意外と取りやすくてお花はこう密集してくれてますので、綺麗に取ることができました。まだシーズン中、咲いているかと思いますので、機会がある方はぜひ取りに行かれてみてください。それでは本日はこの辺で帰りたいと思いますので、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。